僕たちは2つのチームに分かれた。一つは敵の精神世界へ潜入し、囚われた人々を救い出すチーム。もう一つは侵入者を排除するため、夢の世界へ追ってこようとする現実世界側のシンゲラたちを食い止めるチームだ。アイナさんとベルが現実世界で敵の押し止めをしてくれている間に、僕たちは特殊な装置を使い、意識だけを精神世界へと送り込んだ。そこはシンゲラたちが理想とする夢の世界。感情の揺らぎを許さず、全ての人が同じ表情で生きるディストピアだった。街を歩く人々は皆同じ笑顔を浮かべ、同じ歩幅で歩き、同じように立ち止まる。そんな異様な世界のどこかに、安行が探し続けているミコトさんも囚われた人々もいるはずだ。だけど僕たちはまだ知らなかった。この世界の奥で待ち受ける本当の恐怖を。まずい、全員ばらけろ。それってどういうこと？冗談でしょ？ゼロミコトを倒した攻撃だ。当たれば終わりだ。絶対に止まるな。嘘でしょ？どうなるつ奴らは見た目通り容赦なんかしない。ちょっと待ってよ。あんなにどうやって倒すのよ。知らん。知らないで戦うの？だがミコトはあれと戦った。俺だけ逃げるわけにはいかない。無理だよ、あんなの。ちっくしょう、逃げるなら来やがれ。タイヤのバリアを展開。負けるか。ライカ、わからない糸を試していく。まずは人体のつなぎ目を狙っていくぞ。わかった。タイヤのショット。あってやれあれよ。やったか。効果なしか。次を試す。ライハ、何か案はあるか？あるわけないでしょ。行くわよベル。私と合わせて。はい、サクッ。簡単には倒れないわね。なんだ、俺たちは何もしていないのに。
一瞬奴の頭がへこんだぞ。どういうことだ。なんだか今とんでもないものに殴られたような。待って、それってアイナたちの攻撃じゃない？なんだと。私たち何もしてないのに急に頭だけ潰れたのよ。現実世界と精神世界で同じやつを相手にしてるんじゃないの？そうでもないと今の現象は説明できないじゃない。まさか。安行も見たんでしょ？あれはアイナたちの総我流拳よ。ありえる。もし同一個体なら説明がつく。ライハン、試したいことがある。何よ。二人同時に奴の同じ箇所を狙えるか。同じ場所？ああ、さっき現実側で何かが起きた瞬間変化が現れる。読みが正しいなら。正しいなら分かった。どこを狙うの？あそこだ。胸のコアを狙え。了解。ベル、とりあえず殴りまくるわよ。いけるわね。総我流ゴーギー応援爆裂剣。これでもダメか。間違いないな。現実世界と確実に連動している。本当に？ああ、さっきまで損傷はなかったが突然外部から殴られたような変形が発生した。それってやっぱりそういうこと？現実世界側のダメージがこっちにも反映されている。そしてあのオーダによるデタラメの攻撃はあいつらしかいない。否定できないのが嫌なんだけど。頼もしいじゃない。けど確かにアイナたちならやりそうだわ。それと睨んだ通りあの目玉が弱点のようだ。あのキモい目玉ね。ああ、頭部を破壊されてもあの目を中心に修復した。奴は腕や足の損傷も問題にはしていない。だがあの目だけは明らかに優先して保護している。そうね。ということはつまりあそこが弱点ね。少なくとも中枢だろう。そしてもし俺の推測通りなら精神世界と現実世界どちらからかあの目を破壊すれば倒せる可能性がある。だとしてもどうやってアイナたちに知らせればいいのよ。簡単だ。俺たちがひたすらあいつの目を攻撃すればいい。世界が連動しているならこっちの攻撃も向こうに伝わるだろう。あの脳筋コンビなら目にダメージが集中すれば気づく。それよりも俺たちがいかに攻撃を避けられるかの方が重要だ。それに俺はあいつらの力を信頼している。脳筋コンビって否定できないわね。ああ、俺たちは撃てる手を撃つ。それだけだ。具体的には目を狙う。合わせろライハー。分かった。これならどう？見つけた。テレイ、あの胸の赤い目を。あいつらも気づいたか。なら特大の攻撃を撃てばいいのね。いや、俺たちは最高火力を出せるあいつらの攻撃が決めやすいように援護する。そういうこと。
わかったわ。力を借りるぞミコト。トライアドジャッジメント。光の矢よ、螺旋を描き一つで無い。アスティアルブレイクアロー。そういうことね。ベル、あそこにある目を見なさい。チャンスよ。行くわよベル。クリムゾンバースト。やったー、聞いてるぞ。さすがアイナたち。まだだ、油断するな。ベル、気合を入れなさい。いっけー。今度こそやったのか。それなんかやめてよ。やったー、やったー、イエーイ。やったわねベル。仲間とあなたのおかげよ。まったくキリがないわね。スターラインモード起動。戦闘形態スターラインモード変形完了。スタビレイザー発射。まさかこれは。お待たせしました。どうやら間に合ったようですね。それベレイ、発射準備に時間がかかりました。アイナ様、一度体力を回復させましょう。ええ、助かったわ。いやー、恐ろしい敵だったね。お前は戦ってないだろそうなんだけどさ。安行、それは言わない約束でしょ。仲間なんだから。はいはい、優しい。まったく調子いいんだから。う。それでヒロ、この奥に何か感じるか。そうだね。
何かがいるとかはわからないけど、よしよし。でも変なんだ。変？あの人たち笑ってるのに全然楽しそうじゃない。なんて言えばいいんだろう。まるで人形を見てるみたいで。そうか。感情は不要、幸福は均一でなければならんな。それが奴らの秩序なら不自然ではない。けどあのロボが守っていた先の奥の扉から温かい何かを感じる。戦いは任せて。ヒロは道を教えてね。ああ、とりあえずその温かい反応とやらを追うとしよう。そうして僕たちは僕の扉へと向かった。特に襲われることもなく扉をくぐり抜けると、その先には何よこの花畑。人？綺麗なのに気味が悪い。どうしたの？そういうことか。これがヘンルーダの花だ。これが？この世界の住人たちが殺さずに他の星から感情を奪い、自分たちの星に帰還する。そしてあの花はその感情を吸い上げた花畑だ。つまりここは奴らの感情の収穫場だ。じゃあこの花を魔法で焼いちゃえば。いや、そんなことをしても無意味だ。え？ロボが守っていたのはここだけじゃない。肝心の花畑の根っことなる部分、つまりは栄養源だ。それってこの花畑は感情をシンギュラに分け与える装置に過ぎない。あの先だ。本当に隠したいものはまだ奥にある。言われてみれば、温かい感情ももっと奥から。安い木来ちゃったんだ。エモーションレベル 78% 上昇 81%。 アラート、異常な感情の変動を検知しました。警告、あなたの感情が壊れていきます。システムアラート、侵入者見つけた、見つけた、見つけた。見つかっちゃう。なんだこれは。一体どういう仕掛けだ。何かがいる。警戒しろ。リオさん